正直に言いますね。三脚なんてほとんどの場合いらない。重いしかさばる。でもこう言いたいなら話は別でした。タイムラプスなら時間そのものが映る。撮って分かった本当にいるシーンは4つ。いらないシーンも正直に言います。私、重い三脚は何度も家に置いてきました。そういう方多いんじゃないでしょうか。三脚あったらなと思う瞬間はあるのに、重さを考えると持っていけないんですよね。特に星空と朝の光、時間が動いていく景色は手持ちじゃなかなか残せないんです。だから毎回諦めて目に焼き付けるだけで先に進んでいました。その私が初めて持っていきたいと思った三脚がこれです。ニューワー LT39。 畳むと約49センチ、約 1.2kg。ザックにも旅のバッグにも入ります。そして最後にこの三脚があったからずっと諦めていた時間を初めて残せました。その瞬間をお見せします。まず機能から正直に見ていきます。ケースから出して広げてカメラを乗せて水平を出すまでこれぐらいです。足のロックは金属バックル式です。ただこの三脚の効きどころは速さではありませんでした。それは後半のシーンで。高さは最大158センチ。私が立ってちょうど目の高さです。ショートポールに変えて足を開けば約 19.5 センチ。地面スレスレのローアングルもいけます。足の角度は3段階。地味にすごいのが本体約 1.2kg なのに耐荷重は 10kg です。雲台は自由雲台。水平の取りやすさ、動かした時の滑らかさも引っかかる感じがなく、細かい構図の調整もしやすいです。プレートはアルカスイス5巻。素材はカーボン。この高さでこの軽さ。径高は約49センチ。付属のケースも生地に適度な厚みがあって持ち運び用としては十分しっかりした作りです。それでお値段約4万8000円です。正直安くはないですよね。ここで絶対に比べられるのがピークデザインのトラベル三脚。あちらは11万円。LT39 は約6万円安くて背が6センチ高くて耐荷重も上です。負けているのは畳んだ長さが10センチ長いこと。カタログの数字で見る限りそこだけでした。じゃあ本題です。この三脚がいるシーンは私の実感で4つでした。まず1つ目。1つ目は朝日と朝焼けです。空の色がゆっくり変わっていく数分から数十分。三脚なら丸ごとタイムラプスにできます。見てください。この朝日。これ月夜でも新月でも関係なく晴れた朝ならほぼ撮れます。一番確実にいるシーンがこのシーンでした。設定も出しておきます。インターバル6秒、絞りは F8 に固定してシャッタースピードはカメラ任せ。ここで大事なのが露出の標準化です。オンにしておかないと明るくなっていく途中でカクカクします。そして2つ目。2つ目は星空です。これは手持ちじゃ絶対に無理です。長秒露光でしか映らない世界です。あなたもこんな星空撮ってみたくないですか？これが数字に出ない聞きどころ。持ってこれたこと、それだけなんです。星の設定はシャッターを開けすぎると点が線になります。私は15秒、ISO は1600、レンズは 24mm の開放で撮りました。あと長秒ノイズリダクションは必ずオフ。オンだと1枚撮るたび同じ時間だけ待たされます。インターバル撮影がそもそも成立しません。正直に言うとこの日も重い三脚だったら置いていっていました。
どんなに性能が良くても家に置いてきた三脚は0点なんです。約 1.2kg で畳んで49センチ。だから持ってこられたんです。だからこの絵があります。そして3つ目。3つ目は夜景と長描露光。夜の街や海、手ぶれが消えるだけで光がここまでクリアに伸びます。しかもこれ、晴れじゃなくても撮れます。星や朝日は天気次第です。でも夜景は曇っていても雨上がりでも撮れます。天気に一番左右されない聞きどころです。夜景は6秒くらい。絞りを F8 まで絞ると街灯が星みたいな光場になります。三脚がないとこの絞りは選べません。4つ目は動画の定点とタイムラプスです。手ぶれが消えるだけで映像がぐっと作品に寄ります。定点は3秒インターバル。地味に一番大事なのが回している間ずっと三脚に触らないこと。一度触るとそこだけカクッと飛びます。逆にいらないシーンも正直に言います。日中のスナップ、行動中、それとグラム単位で削る軽量装備の日、ここは三脚置いていっていいです。出す手間の方が大きいです。全部の場面に持っていく道具ではありません。それと弱点も一つ。正直に言うとセンターポール、真ん中の柱です。これを最大まで伸ばすと揺れの収まりは落ちます。こんな感じで揺れます。長いタイムラプスだとここが効いてきます。ただ対策できます。この三脚、ロングとショート2本のセンターポールがついています。基本は伸ばさずに足の高さで使うか、ショートに変えて重心を下げます。それでも高さが欲しい日はフックにバッグを吊るして重りにします。ここまででよく聞かれることを3つだけ答えておきます。1つ、耐荷重 10kg って実際何が乗るの？ミラーレスに望遠をつけても 2,3kg です。10kg は正直余裕がありすぎるくらいです。ただ注意があります。耐荷重は乗るであってブレないじゃないです。さっきのセンターポールの話がまさにそれです。2つ、アルカスイス互換って何？プレートの規格です。これに対応していると他社の雲台やクランプにそのまま乗せられます。LT39 はピークデザインの V3 プレートにも対応と公式に書かれています。3つ、カーボンとアルミどっち？カーボンは軽くて揺れの収まりが速くて冬に触っても冷たくないです。ただその分高いです。アルミは安くて丈夫です。ただ重いですね。山に持っていくなら私はカーボンを選びます。この価格差はそこに払っています。それを分かって使えばこの軽さはむしろ正義でした。三脚はいらない。ほとんどの場面では今も本当です。でも時間を取りたい日はこれ一択でした。冒頭のあの光、これを撮るなら話は別だと言いました。その答えがこれです。いつもなら諦めていた景色です。でもこの日は違った。この軽さだから持ってこられた。この合成だから色が変わっていく数分をブレずに回しきれた。その場の時間をちゃんと持って帰らせてくれる。LT39 は私にとってそういう道具でした。星空、朝の光、夜景、そういう残しておきたい時間がある人にはニューは LT39、概要欄にリンクを貼っておきます。あなたが撮りたいのはどんなシーンですか？コメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。